こんにちは。活用パターンで学ぶ GraphQL というタイトルで発表いたします。よろしくお願いいたします。まず自己紹介をさせてください。私はキムテオと申します。去年の6月にクラスメソッドにジョインし、AWS事業本部のコンサルティング部に所属しております。日本語歴はまだ1年ぐらいで、言語の壁を越えるために毎日頑張っております。好きな AWS サービスはAppSync や Amplify のサーバーレス周りのサービスが好きです。本セッションでは GraphQL の文法、GraphQL スキーマデザインやコードレベルでのベストプラクティス、GraphQL を使った認証やセキュリティ周り、モニタリング、最適化などについては話しません。本セッションで話すことは、主に GraphQL の登場背景や偽装概念、アーキテクチャの観点でよく使える、もしくは考えられる3つのパターンについて話します。まずは GraphQL の登場背景から学ぶ GraphQL の概念です。GraphQL の登場背景を説明するために、2010年頃に遡ります。当時、REST API を使ったサービスを運営しているほとんどのチーム、会社では同じ問題と戦っている状態でした。今でも REST API を使ったサービスなら同じ問題がありますが、当時、Netflix、Facebook、SoundCloud みたいな、いわゆるイケてる技術会社は大規模で動くサービスにより、他の会社より早く問題を認識し、対応し始めたそうです。例えば、ユーザーリストが必要になって、API サーバーにユーザーリストをリクエストする際に、RESTful API ですと、こんな感じで呼び出すことが一般的でしょう。そこでリクエスト形式だからページネーションは当たり前でしょって感じて、ページの番号をパラメータとして一緒に送ることも一般的かと思います。そこでですね、要件が増えて、例えば、モバイルアプリとウェブアプリからリクエストで要求するデータが異なるケースもよくあると思います。主に画面に表示するデータの種類が異なるため、バックエンド側ではセキュリティやパフォーマンス等を理由として、その API 対応を別々とすることが多いです。そこでさらにですね、モバイルアプリや管理者用のウェブアプリの画面ごとに求めるデータが異なることも認識したら、リクエストはこうなります。本当に簡単な一般的な使い方についてだけ考えてみても、リクエストがどんどん複雑になるんですね。実際のサービスではこの以上、とんでもなく複雑になることも当然ありかと思います。リクエスト自体も複雑なんですが、バックエンドで API を実装する観点でも効率がとても悪くなることがよく想像できるかと思います。つまり、バックエンド側の API 関数が関数一つだけでコード量が数百ライン、もしくは数千ラインになることも当たり前です。if-else 文などで可読性も良くないコードになって、メンテナンスも厳しくなりますし、重複コードが多くなって生産性という開発、メンテのパフォーマンスにも良くない影響を与える状態になりがちかと考えられます。その問題を緩和するために、GraphQL と似たようなアプローチを存在していました。例えばですね、前のスライドのバックエンド側での問題を解決するため、最初から必要なフィールドのみをリクエストするアプローチもあったんですね。ユーザーリクエストを得る際にページ番号をつけることまでは、前回と一緒なんですが、今回は必要なフィールドをfields というアーギュメントで CSV と似たような形式で送ったりしました。そうするとですね、バックエンド側では CSV をパーシングするだけをやって、裏側の各サービスからデータを集め、
クライアントにレスポンスを返してくれるので、前のわけがわからないほどの if-else 文からは解放されます。なので、バックエンド側はちょっと楽になると思います。しかし、クライアント側では、こんなに簡単な API 定義では解決できない複雑な画面もたくさん存在します。REST API はそもそもリソースをベースでアクセスパターンを分けた観点での API となります。なので、リソースがベースではなく、クライアントのユーズケースをベースにする際には、REST API の限界がすぐ感じられたりすることが多いです。このリクエストを見てください。これで API がよく理解できますでしょうか？もっと複雑なユーズケースを想像してみてください。今は include イコール friend list で適当に書いていますが、他の種類のリソースを一緒にリクエストする際にどうすればいいかよく想像できますでしょうか？私は正直できません。このような問題はなぜ起きるのでしょう？もともと API を設計する際には、一つのユーズケースに合わせて最適化された API を提供するつもりだったんですが、どんどんサービスが拡張され、どんどん API のユーズケースが大きくなって、多くのユーズケースにも応えるようになったという流れが、結果的にはメンテナンスや追加機能の拡張などで影響を与えるからではないかと思います。もちろん、私がスライドに書いたアプローチ以外の方法も存在するはずなんですが、REST API を使った開発経験があるほとんどの方々には、結果的には一つの API が多くの役割をしなければならない状態になるという問題について結構苦労しながら悩んだことがあるかと思います。このような問題を OSFA One Size Fits All と言います。名前の通り一つのものが全てのユーズケースに合わせようとするときに発生する問題を意味します。こういった問題から各企業が様々なアプローチをしていたところ、2015年の9月、Facebook さんより GraphQL が公式に世界に公開されました。Facebook は2012年から GraphQL を利用していたと知られています。今はもうほぼ10年前の話になりますので、今の GraphQL と当時の GraphQL は少し差があります。例えば、今は GraphQL という属性を活用し、Web クローラーや検索システムのインデックシング、DB のマイグレーションやクライアント側の状態管理などにも幅広く使われたりしますので、当時の使い方からは変わっているようです。早速なんですが、GraphQL のリクエストを見てみたいと思います。左側のテキストはそのまま HTTP のボディに転送され、そのレスポンスとして右側のデータが戻ってきます。リクエストでアカウント ID とネームとイメージ URL を求めていますが、レスポンスを見ると、この求めたデータをそのまま返してくれることがわかります。こういった通信ができるのは GraphQL のタイプシステムのおかげです。GraphQL の実装する際には、まずすべてのデータ通信に使うタイプをスキーマで定義しておきます。このスライドの例では、ユーザータイプとアドレス、チャットルームタイプを書いてみました。まず、ユーザータイプではアカウント ID、ネーム、イメージ URL というスカーラタイプのフィールドが存在し、アドレスというカスタムタイプが存在します。アドレスタイプでは2つのスカーラータイプで構成されています。最後にチャットルームタイプはユーザーをリスト形式として定義しています。このように GraphQL のタイプシステムを使うことで、複雑なエンティティ間の関係性が非常に簡単にわかります。これは GraphQL の名前の通り、GraphQL は Graph という属性を持っているからとなります。
ノードとノードの間の関係性について、1対1か、1対 N か、N 対 M か、などが簡単に定義され、クエリ時にも使います。GraphQL では、クエリ、ミュテーション、サブスクリプションの3つのオペレーションがあります。まず1つ目はクエリ。名前のままデータを習得するオペレーションです。右側の例ですが、先ほどのスキーマを例とし、ID が13であるユーザーのアカウント ID とネーム、最後にアドレスを求めるクエリとなります。アドレスタイプの場合は、その配下の属性、つまりフィールドも一緒に作成しないといけないです。このように、イメージ URL やアドレスの郵便番号である ZIP コードはいらないクライアントの場合でも、自分が必要なフィールドだけを選んでリクエストすることができます。ちなみにすべての項目のタイプがスキーマにてすでに定義されていますので、通信を行うたびにデータのタイプチェックはしなくても大丈夫です。GraphQL のエンジンやライブラリーから勝手にタイプチェックをしてくれて、タイプにエラーがあったらエラーを出してくれますので、とても便利です。二つ目はミューテーションです。データを操作するオペレーションです。データの生成、変更や削除する際に使われます。今回の例はユーザーを生成する際のミューテーションです。ちなみにインプットと書いてあるところなんですが、そのインプットのタイプもすでに定義してから使えますので、バックエンド側でインプットのタイプチェックはいらないです。データが正常に作成できたら、Create User Mutation に定義しておいた形式に合わせて、生成されたユーザーデータの ID を戻してくれます。スキーマで他のレスポンスタイプを定義しておいた場合は、その定義に合わせて使えば OK です。最後に3つ目のオペレーションはサブスクリプションです。これはデータが変更された場合、サブスクリプションをかけていたクライアント側の関数が呼び出され、データをリアルタイムで更新できる仕組みを作る際に有用です。こちらに関しては少し後で話しさせてください。GraphQL 概念のまとめです。GraphQL の登場背景について話しました。あと、GraphQL の3つのオペレーションについて紹介しました。実はですね、この3つのオペレーションにより様々なアーキテクチャパターンが考えられます。このセッションでは、この GraphQL のアーキテクチャパターンについてお話しさせていただきたいと思います。ここからが本番ですね。一つずつ行きましょう。まずは BFF と呼ばれる Backend for Front-End パターンです。また、登場背景の話になるんですが、GraphQL の前のほとんどの API サーバーは左側の図のような構成でした。一つの併用 API サーバー、エンドポイントがすべてのプラットフォームからのリクエストに対応している形です。この場合は、先ほど説明いたしました OSFA、One Size Fits All 問題があるため、規模が大きくなればなるほど、開発やメンテナンスの効率が急激に下がります。なので API をプラットフォームごとに分けて対応する方向が考えられます。プラットフォーム、つまりリクエストを送るフロントエンド側ごとにそのユーズケースが異なりますので、フロントエンドごとに API サーバーを分ける戦略です。この戦略を Backend for Frontend BFF と言います。この戦略を REST API に対して適用すると、プラットフォームごとのカスタマイズが前の構成と比べて非常に楽になるため、多くの企業から採択していたそうです。ですが、
ほぼ同じコードをプラットフォームごとに分けているため、各 API サーバーのコードが重複されてしまいます。もちろん、その問題を解決するために別途のコースがかかってしまいます。そういった問題がシングル GraphQL エンドポイントを導入することで解決されます。後で説明する注意点はありますが、一応データレプレゼンテーション、つまりデータの表現力という観点では、シングル GraphQL エンドポイントでも全く問題ないと考えられます。各プラットフォームが求めるデータの形式、種類などをリクエストを送る際に決定して送るからとなります。なので、シングル GraphQL API サーバーで BFF ができるのっていう質問に対して、一応できると回答が可能です。しかしですね、やはり銀弾はありませんでしょう。GraphQL でデータの表現力は確保できたと思うんですが、プラットフォームごとのユーザー認証が異なったり、プラットフォームごとのキャッシング戦略が違ったりする場合には、やはり API サーバーを分けた方がいいかと思います。その場合は GraphQL サーバー自体は同様で、認証周りやキャッシングなどのコンフィグファイル、プラグインなどを適切設定することで、REST API と比べると割と簡単に実装が可能になったりしますでしょう。一方で、ペイロード、つまりデータの表現という観点でのカスタマイズだけが要件であれば、シングル GraphQL API で満たされる場合もあるかと思います。はい。次は GraphQL を使ったリアルタイムアーキテクチャのパターンです。そもそもなぜ GraphQL とリアルタイム要件を組み合わせるのかという質問があると思います。GraphQL の機能にまだ慣れていない方々には、TCP レイヤーのソケットや Web ソケットなどで十分リアルタイム要件は実装可能ではと思える価値かと思います。もちろん、通信速度がとても重要な場合を除いて、ほとんどのケースでは GraphQL のサブスクリプション機能だけでとても簡単にリアルタイム要件の実装が可能になります。特にですね、AWS の AppSync や Hasla みたいなサービスを使いますと、スキーマファイルを作成するだけで勝手にリアルタイム機能、サブスクリプションが利用可能になります。つまり、クライアント側でサブスクリプションをコードで呼び出すだけです。一方で、バックエンド側では、その機能のためかかるコースはゼロです。その実装の例として、デモ用の動画を見てみましょう。今見ていらっしゃる Chrome ブラウザは Ionic で実装されたモバイルアプリと管理者用の Web アプリです。左側の方は Ionic のモバイルアプリ、右側の方が管理者用のアプリです。モバイルアプリの方で読みたい本を選んで注文を行います。Stripe という決済サービスを使って決済を行います。決済が終わったら、右側の管理者用のアプリの画面で注文内容が表示されます。ここが GraphQL のサブスクリプションによって実装されているところです。ラムダのコールスタートのため少し反応が遅かった気がしますので、もう一回やってみます。決済を行って、はい。で、今回は結構早かったんですね。リアルタイムな感じです。デモ用の動画の裏側で動いているアーキテクチャはこちらの図の通りです。Ionic で実装されたアプリから注文ボタンをクリックすると、まず Stripe に決済を行います。その決済の結果は AWS の API ゲートウェイに Webhook にて転送され、Step Functions から関連サービスのトランザクション処理を行います。トランザクション処理が完了されましたら、その結果が AppSync に転送され、
注文が届くのをずっと待っていた管理者用の Web アプリの画面まで AppSync のサブスクリプション機能を通じて表示されます。その中でも AppSync のサブスクリプションの行動について少し後で紹介させていただきます。あとは英語なんですが、アポロとハスラーを使ったサブスクリプションです。こちらも見てみてください。面白いです。はい。私が大好きな AWS AppSync について初耳の方々もいらっしゃると思いますので、簡単に紹介だけさせてください。AWS AppSync は AWS のマネージと GraphQL サービスでサーバーレスプラットフォームの一つです。つまり、サーバーレスなので使った分だけが請求されます。特徴としては、スキーマを定義しておくだけで勝手にサブスクリプション機能が使えるようになったり、DynamoDB や Elasticsearch、RDB、HTTP エンドポイントとの統合が楽になります。GraphQL のレジョルバーというものの作成方法が一般的な併用プログラミング言語ではなく Java 系の VTL となっており、最初のハードルはあるかと思いますが、一回だけ理解しておくと、ほとんどの作業はコピペで開発することが可能なため、運用周りが超楽になることを一緒に考えるとお勧めしたいサービスです。もちろん、慣れる前には結構苦労する可能性がありますので、十分検証を行った上で導入を検討してみてください。はい。こちらは先ほど言った AppSync のサブスクリプションのためのコードです。はい。これだけで動画のリアルタイム機能が実装できます。バックエンド側の作業は一切発生しません。本当に楽なので、皆さんぜひ試してみてください。実はですね、例の動画は私が書いたブログからの引用した内容となります。今年のジョージデイズ2020でオンラインで登壇したブログの一部でした。興味ある方はぜひ読んでいただければと思います。あと、AppSync のリアルタイム機能のユーズケースについて軽く説明した登壇資料がありますので、こちらも参考にしていただければと思います。最後に AppSync に興味を感じた方には、このブログの一読をお勧めします。最後の3つ目のパターンです。3 Factor App という名前のパターンです。こちらは、ハスラーという企業の CEO さんが提案したモダンアプリケーションのアーキテクチャなんですが、主に GraphQL をどうやって活用すればいいかの観点だったので、今回のセッションでその内容を軽く紹介させていただきたく思いました。一つ目のファクターは、リアルタイム GraphQL です。二つ目は、リライアビリティのためのイベント処理。最後の三つ目は、非同期サーバレスです。この図に先ほどの3つのファクターを表示しております。クライアントから GraphQL サーバーにリクエストする周りはリアルタイム GraphQL を意識する。つまり、サブスクリプションを使おうということです。あと、フェイリアサブスクリプションじゃなく、ミューテーションのリクエストの場合は、リライアビリティのため、直接同期で処理するよりは、一応イベントを発生してすぐレスポンスを返しておいて、そのイベントは各マイクロサービスに非同期で処理させようとします。ちなみに各マイクロサービスはサーバーレスで構築されたサービスを想定しております。はい。一つ目のリアルタイムグラフ QL です。こちらは非常にわかりやすいかと思います。繰り返した内容になりますが、リアルタイムグラフ QL を実装するためには、1、低いレイテンシですぐフィードバックができること。2、GraphQL のサブスクリプションをサポートすることという要件を満たせる必要があります。続いて、
リライアビリティのためのイベント処理です。簡単に言うと、GraphQL の長いミューテーション処理を待たずに、イベント基盤で非同期で処理するってことです。イベントは必ず1回以上対象サービスに転送されることが大事です。最後の非同期サーバーレス。こちらはなぜサーバーレスかというと、リライアブルかつスケーラブルなサービスのため、特にサーバーレス構成はイベント基盤のサービスに合うからとなります。急激に増えるトラフィックに合わせて柔軟にスケールアウトできるかという観点で見ると、サーバーレスは圧倒的なパフォーマンスを出せるからとなります。あと、イベントの順番に影響を受けないこと。同様のイベントは何回処理しても同じ状態になるように実装することが注意点となります。はい。ここまでがハスラさんが提案した3ファクターアップの説明でしたが、実はこの構成は CQRS の GraphQL 版じゃないと思う方がいらっしゃると思います。はい。おっしゃる通りです。CQRS パターンはコマンドクエリ、Responsibility Segregation の略語で、データを操作するコマンドとデータを習得するクエリを分けて考える戦略です。つまり、GraphQL ですと、クエリやサブスクリプションとミューテーションを分ける戦略が考えられます。どのように CQRS パターンが実装されたのか、もう一度確認してみましょう。まずはクエリですね。これは GraphQL のクエリをそのまま使って OK です。ミューテーションの場合は、GraphQL バックエンド側でイベントを発生してすぐレスポンスするので、通信自体はすぐ終わります。次はミューテーションによりイベントが発生した場合の流れです。イベントが発生したら、そのイベントはイベントルーターにより該当するサービスに転送されます。転送されたイベントは処理される前までイベントストアで待っていて、非同期で処理されます。処理されたイベントの結果は、クライアント側のサブスクリプションによりすぐ転送されます。なので、クエリやサブスクリプションはその場ですぐ処理され、ミュテーションは非同期で処理される仕組みとなっております。こういったクエリとコマンドを分けて考える戦略を CQRS と言い、GraphQL の CQRS の例として3ファクターアップが参考になれるんじゃないかなと思い、このセッションで皆さんに紹介しました。まとめです。はい。GraphQL の登場背景について説明しました。GraphQL の登場背景を理解することで、他の企業はどういった理由で GraphQL を導入するのかについても、一般的な観点で理解できましたら、こちらは完璧です。次、GraphQL の3つのオペレーションについて話しました。最後に、その3つのオペレーションの特徴をよく理解した上で考えられるアーキテクチャパターンについても紹介しました。このセッションで紹介されたアーキテクチャパターン以外にも、他のパターンもどんどんできているので、興味がある方はこのセッションの内容をもとに、もっと面白いパターンやユーズケースが見つけられたら嬉しいです。はい。私の発表は以上とさせていただきます。皆さんご視聴ありがとうございました。